どうも子羊の皆さん、最強かわいいディアちゃんです。今回は新たに実装された最新型の深き夜をやっていきましょう。当然深度は1。深くなるとボスが3日目までわからなかったり、マップ上の建物の記載が消えたりするそうです。ワクワクが止まりません。初めての深き夜のボスはナメです。最初の敵が最後のボスってなんかいいですね。全く情報がないので生存特化の異物にしましょう。トコヨグラディウスで結構安定してた構成なので、まず死ぬことはないと思います。多分、味方は鳥さんと鉄の目さん。初めての深き夜よろしくお願いします。マップは地変なし、災い息が多いような気がします。夜の侵入者撃破で攻撃アップの異物が活かしやすくなるのではないでしょうか。最初の拠点敵、若干硬くなってるような気がしますが、ルーンの取得量は増えてなさそう。アプデで一部の異物に調整が入ったので色々と更新できますね。アプデといえば復讐者ちゃんのファミリーが薄く、当たり判定がなくなったのは嬉しいです。これでお気軽に召喚できちゃいます。ただ、セバスチャンだけ当たり判定残されたのは謎です。中に入って肉壁にできるとかそういう感じでしょうか。聖印と鍵のために近くの大教会に向かいます。降臨さえ出てしまえば勝ちですね。負ける要素がないです。早速兵隊がいました。元が雑魚的なのでそんなに強いって感じはしません。でも鈴玉の兵隊は絶対嫌です。わー、深き夜名物のデメリット付き武器が来ました。HP 持続バフの代わりに最大 HP 低下。デメリットが結構重い。兵隊からは確定ドロップっぽいので焦らず選んでいきたいところです。スタミナ低下時カット率低下。こちらもなかなか、スタミナ消費が増えるとかそういうのはないんですか。連戦しだすと沼ですが、その分たくさん落ちてくれそうでよかったです。効果不効果ガーディアンゴーレムの兵隊。普段でも硬いと感じるのにさらにカチカチですね。鉄の目さんが弱点付与してくれてなかったら結構危なかったかも。赤洗剤からは何が出るんでしょうかね。この序盤で降臨のサイズ、瀕死時 HP 低下がついてますわ。復讐者ちゃんの HP だと瀕死時にはすでに瀕死なのでまあいいでしょう。最悪なれ捨てればいいのでこれにします。武器が強いですし、エスト回復流像が嬉しいですね。他にはどんな効果がついてるんでしょう。サイスのおかげでおいワンワンもサクサクです。攻撃時稀に攻撃がかすめる1。稀にとのことなので誤差の範囲でしょう。火ダメ時カット上昇が欲しいので取ります。全く期待してなかったですが、サイスについてた睡眠も道中だと役に立ちますね。殴って眠らせるとはなかなかの荒技。ダメージ1。これが攻撃をかすめるということなんでしょうか。まあ誤差みたいなものです。そうです。味方さんのおかげでサクサクと進んでいけました。極上ボスは鈴玉でしたが通常個体のようです。トレーラーで鈴玉兵隊がこれ見よがしに登場したのは、フロムの中でもそういう存在ということなんでしょうか。世渡りしていればいずれか出会うことになるでしょうし、首を洗って待ってますね。さて洗剤は黒い飛行輪の祈祷が来たので今回は勝ちです。ありがとうございました。本当はシャボンにしたかったですが身内マッチではないので我慢です。最後はナメレス戦。やっぱり降臨があると負ける気がしません。さすがに進路1だとそんなに強化されたって感じはしないですね。でも味変要素が増えてすごく面白かったです。鳥さん鉄の目さん、ありがとうございました。お待ちかね報酬のお時間です。若干汚い色なのが深き夜用の異物ですね。こっちもデメリットがあるとは徹底してる。とはいえ色々と新しいのがあってワクワクしちゃいます。潜在する力からバリスタを見つけやすくなる。楽しそう。狙った武器種が出るなら通常異物の選択肢も増えますね。デメリットは意外と侮れないので注意です。これは火ダメ時蓄積の異物で毒、発狂、死を一気に受ける復讐者ちゃん。訓練所で蓄積し大したことないからいけると思ったらこのざまです。低レベルでも確認しとかないとですね。今回はこれで終わります。前回いただいたコメントお返しできずすみません。機会があればまたお会いしましょう。それではご視聴ありがとうございました。